こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ようやくネザー要塞内のレールを設置し終わったところです。これで探索がかなり楽になるわね。さてと早速、2つのディスポーンの条件が、例外なく機能した場合を考えてみます。描画距離を10チャンク以上にした場合の話ね。おそらく。さて、前回の地図にまずグリッド線を加えてみます。なおやや太いグリッド線が1チャンクの範囲です。こんなにちっちゃくなっちゃった。で、これに拠点を中心とした128メートルの円を重ねてみるとこうなります。つまり、もし拠点にいるなら、この黄色の円の外のモブが本来ディスポーンするのね。実際は円じゃなくて球体ですけど、まあ大体のイメージがわかれば十分なので、厳密な話は抜きでいきますね。さて次は、ネザー要塞の中をトロッコでぐるぐる回るので、ポイントを絞って移動地点を加えてみます。この4つの円の重なった範囲あたりが、常に自分から128メートル以内になる範囲になります。円が重なった範囲以外にいるモブは、トロッコで一周するたびに全部ディスポーンする、ということね。はい、そうなるはずです。さて、この円が重なった範囲は32メートルのディスポーンに頼らないとならないわけですが、中央を中心に32メートルの円を加えます。調べたら、もしトロッコを連続で走らせた時、オレンジ色の円の外側に出てまた戻るまでに、左右とも40秒ちょっとの時間が確保できてました。39秒で2割のモブがディスポーンするので、トロッコ一周するたびにオレンジの中心でも4割のモブがディスポーンしますね。つまり結論としては、描画距離10チャンク以上なら、ネザー要塞内のトロッコを連続稼働させてもどこかにモブが溜まったりしないはず、ということです。さてではまずはトロッコを使って20分ほど連続探索してみます。一周してきたら、すぐに次の探索に出ます。ゾンビピッグマンが変なところに湧いていますが、まあ問題ありません。ゴリ押しで進みます。いたー。結構カクカクするわね。さすがカクカクゾーンだけのことはあるわ。強いモブがいたら大変なんですけどね。これでウィザースケルトンも53体目です。再び同じゾンビピッグマンの群れとぶつかってしまいましたが、やはり気にせずゴリ押しで進みます。ちなみに地図で見ると衝突現場は星の1です。このゾンビピッグマンたちは、128メートルのディスポーンがきちんと処理されているのならもういないはずなのよね。そうなんです。なお、デフォルトの描画距離は17チャンク四方なので、半径128メートルの球体は常に丸々描画距離圏内に入ります。つまり、描画距離圏内でも128メートルのディスポーンが処理されないことがある、というのが現状です。ゴリ押し失敗です。ゴリ押しする前にパワードレールに乗ってしまったわね。まあトロッコから降りて進み直せばいいんですけどね。あ、しまった。トロッコ止めるの下手ね。そのうち上手くなります。嘘。さっきぶつかった場所だし。ものすごいスピードで行ってしまったわね。まあ仕方がないです。ともかくトロッコを取り返しに行きます。階段の上の方にいますよね。拠点の方向に向かわれていたら、歩いて戻らないとならないので厄介でした。この辺りみたいです。いたよいしょっと。ブヒっちゃったわね。ヒリノックバックされぎりじゃない。攻撃しようと思ったらもうあんなに遠いし。あれは、蝶のように舞蜂のように刺す奥義ね。これどこのボス戦ですか？間合いがさっぱりわかりません。最高速のゾンビピッグマンね。ノックバックされてる間に逃げられました。どうするの？多分、
さっきのゾンビピッグマンは警告を発し続けながらトロッコで走り回っているでしょうね。あれ？ブレイズが湧いてますね。実は、だいぶ前に一度だけここでブレイズの音を聞いたことあるんです。その頃は、湧く仕組みをきちんと知らなかったので、あまり気にしてなかったのですが、どうも地図を見る限り、この階段の上の屋根には湧くみたいですね。そういえば屋根のあるこの辺りの通路では、屋根の上を確認したことなかったわね。いえ、もし屋根で湧いていれば音ですぐわかるので、意識はしてました。お、いますね。うわ、めっちゃ怒ってるし。こっちはどうかな。え？一匹じゃなかったの？うおー、たった2体で体力半分まで削られました。さすがに強いですね。少し焦りました。これだけ装備固めてもまだ安全には倒せないわね。お、トロッコようやく発見しました。盗難された場所から136メートルほどですね。描画距離の端までは128メートルから144メートルの間ですから、どうも描画距離の端あたりで乗り捨てられたようです。この辺りのゾンビピッグマンは怒ってないようね。こちらの群れは全部トロッコの向こうにいますね。トロッコに乗車してたゾンビピッグマンがディスポーンするまで、群れは描画距離の外にいたのではないでしょうか。うお。よく衝突するわね。おお、久々マグマキューブだ。よいしょっと。さて、これで20分間の探索が終了ですが、あまり湧いてないですね。ちょっとディスポーンを間に挟んで、再度連続探索してみます。さてと、では霧のいい100本目まではとりあえず探索してみます。ダメでした。4回探索してゾンビピッグマンすら湧いてませんでした。またディスポーンを間に挟んでから探索します。お、やっと湧きました。時々思うのだけど、ネザー要塞から離れてディスポーンさせるのって、本当に効果はあるの？経験的には、ある時もあります。少なくともネザー要塞内で残っていたゾンビピッグマンは、毎回ほぼ一掃されています。ただ、なぜ一掃されるのかが未だによくわかっていないのですが、ネザー要塞探索中に、128メートルより離れていたモブがディスポーンしていなかったのは、もう何回も見てきています。というより、経験上、大体ディスポーンされないんです。なのに、なんでネザー要塞から離れて戻ってくると、大体全部ディスポーンされているのでしょうか。ネザー要塞の内部には、実は不思議な力があるのよ。神秘的ね。そうだったんですか。おお、いっぱいいる。久々にブレイズも湧きました。おお、さらに隅にも湧いてます。いやー、湧かなすぎてレールの影響が計算し間違えたかとほんと心配しました。嘘。浮かれすぎたわね。いやちょっと待って。おお、駆け込みセーフ。いや、根本的な解決はまだです。鶏の時はトロッコを叩くことであっさり下ろせましたけど、あれうまくいったのは多分、トロッコより鶏の方がかなり小さかったからなんですよ。ゾンビピッグマンの場合は体が大きいので、トロッコだけをうまく叩くの難しいんです。じゃあどうするのよ。また対決する？いえ、遠出してディスポーンさせます。なぜかきちんとディスポーンしてくれるはず。さて戻ってきました。ディスポーンしてるかドキドキものなんですけど。今後はもう予備のトロッコを持ち歩きます。よく盗まれるものね。さて、追いかけましょう。おお、あった。
ちんとディスポーンしてる。直線距離だと拠点から85メートルの位置ですね。まあ何にせよ良かったです。さて100本目まで終了です。今回はここまでです。今回の探索結果なのですが、ちょっと脇に置き、代わりに調査中のものをお見せします。これは、最初の頃の探索結果？はい。しかし一部変えてあります。討伐数はウィザースケルトンだけにして、その代わりに群れが湧いた回数を入れました。つまり、4体湧いても群れで湧いたなら1と数えるのね。はい。しかも、群れの中央付近がネザー要塞内部に位置してた群れだけカウントしてます。ちなみに、エスタス W は、スケルトンとウィザースケルトンの群れです。ゾンビピッグマンは、新たに湧いた群れか見分けづらかったですが、経験で強引に見分けました。なるほどね。公式ウィキの情報を見てまとめ方を変えたのね。はい。これなら湧き加減を見たいとき、モブの種類や一つの群れの数に影響されなくなるので村を抑えられるんです。さて次は24回までの探索です。あら、さっきのと、あまり湧き加減は変わらない感じね。そうなんです。先ほどのは、脇がゾンビピッグマンに偏っていただけなんですよ。昔は討伐数だけ見てたから、脇が少なく感じてしまっただけなのね。そういうことのようです。さて、もう一つ。こちらはネザー要塞の詳細地図ですが、24回目までの探索中に湧いた群れの位置を書き足したものです。ちょっと小さくて見づらいですが、灰色がスケルトン系、黄色がブレイズ、オレンジがゾンビピッグマン、赤紫がマグマキューブです。さらに幅が5ブロックの通路については、空中は水色、埋没は赤紫の縁取りをしています。今はまだ24回目の探索までしか書き込めていませんが、これが完成してきた頃には何か見えてくることを期待しています。といったところで次回に続きます。ではまたね。バイバイ。